こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、何かをしようとするのをやめてみるっていう話をしたいと思っています。いつも私たちって何かを追っかけたり、特に何かをしなくちゃみたいなところってすごく多いんですよね。で、例えば、スピリチュアルな世界で言うと、新月満月とかさ、新月はこれやって、満月にはこれやってとか、あと、もうすぐ、例えばですけど、秋分があるじゃないですか。秋分までにこれをやるとか、じゃあ、その秋分が終わったら、その後なんだったっけ、何かまでにこれやるとか、なんかそういう感じでいつも何かをやらなければみたいなところがあるような気がするんですね。でね、これをねいつもやってるとね、ものすごい疲れるんですよ。追わなくちゃいけないから、情報を。特に新月満月とかで超忙しいですよね。すぐ来ちゃうから、一月のうち2回新月も満月も来ちゃうから、前にねやってたんですよ、私も新月とか満月のちょっとだけね。そしたらもうさ、あまりの忙しさになんかいろいろその願い事書いたりとかやってたんだけど、何書いてるかもわかんないし、なんか叶ってんのか叶ってないのかもよくわかんないし、もうねそれがめんどくさくなってきて、もうやめたと思ってやめたんですよ。そしたらすごい楽になって、それでその分波動を整えることに専念できるというか、うん。でね、まああと例えば先生術とかもそうだよね。今この時に入ったから、なんていうの、大きく言ったら今魚座とか、だからそのあたりはいいと思うんだよ。だから細かいやつね、細かいやつをずっと追ってると大変って感じだから、何かが逆行してるとかさ、またこれになったから、また何かのハウスに何かが入ったからとか、そういう情報を追ってるってよくわかんないのになんかこれまでにこれやらないとみたいな感じのところをやってると、やっぱり結構大変って話ね。それで、何気に波動を整えてると、それにね、沿ってたっていうことがすごく多いんですよ。今日満月、やっぱり今日いい日だったんだ、満月だったんだ、とかね。この間もあったよね、そんな感じの。で、やっぱりなんか今日エネルギーなんか違う気がしたら新月だったんだ、ふーん、みたいな、感じだったりとか、あとなんか気持ち的に結構生み出しが多いな、みたいな感じで、いろいろ自分が、自分の気持ちに沿ってて生み出しを手放してたりした時に、なんか、これまでに手放した方がいいものみたいなのと同じことやってたとかね、例えばだけど、そういう感じで自分の感覚に従ってれば、それに結構沿ってるっていうことも多いんですよね。で、別に沿ってなかったからといって何か起こるわけでもないし、ただやっぱりその情報を入れすぎて忙しくなってた時に比べると、私はね今ほとんど入れないですね。だからなんだっけ、そういうことも言わないしね、これまでにこれをやらなければとかもう追わないから、あれでもうね分かったんですよね。3月20日の一応そこら辺は節目かなと思ってて、あれはなんで春分と書いて春分春分と書いて春分ですね。うん。あそこまではやりきった感があるんですよ。一応そこはちょっと目処としてやってたんだけど、その後はもう宇宙の流れに任せちゃっていいなと思ってずっと任せてる感じなんですね。だから追わないってことの楽さも感じる、すごい自分が楽だし、あとは本当にそれに沿ってるなっていう自分の感覚に従ってると、なんかそういう感じの、結局自分ってやっぱり宇宙の流れに生理があったりとか、子供を産む時もそうですけど、結局ほら月の満ち引きなんだっけ、海の満ち引きとかと同じような感じで、自分自身ってやっぱり体のリズム、自分の感覚のリズムに沿っていれば全部やっぱりそう沿っていたり、宇宙の流れに乗ってるんだと思うんですよね。だけどいつも何かやらなければって不足感から来る行動ですよね。だから何かやらなくちゃいけないような気がするんですよ。
いつもそういう感じで私たちはそういうところに多い、なんていうのかな、そういう情報を取ったりとか、何かになろうとしたりする癖があるんだけど、自分が心地よくいればやっぱりいいんですよね。だからその何かそういうところに自分がこう感化される自分もやめてみるっていうのかな。風の時代とか魚座の時代とかさ、あれっていうのは本当に大きい周期なんですよ。私たちはもうその時代しか生きないから、要はなんていうの、これがさ細かく変わることがあるじゃないですか。そういうとこを見た時にもうめんどくさくなってくるんだけど、大きくこう自分が、この時代をこれから私たちはずっとこの生きている間中続くっていうものに関しては知っておくといいとは思うんだけど、要はもうそれが変わらない時代をずっと生きるっていうことだから。だけど細かいやつだよね。例えばこうなんだっけ、針の穴が抜けるのが2023年までになったとか、あったじゃん、そういうやつとかも。結局さ、ここまでじゃあ頑張ろうと思ってた時にまだ続くのか、じゃあそこもまだそれが伸びたみたいな話になって、でまだじゃあそこまで行ってまだ何か他のことまだ他のことって出てくるのが、なんかこう出てくるっていうか、そういうのがもちろんなんかそういう感じで何か変わるものがあるんだろうけど、結局外側を見ていたりそういう情報っていうのは常に出し続けられている情報であるんだと思うんですよ。だから情報を取り続けてると苦しくなってくる、大変なんかその情報に感化されるって感じだと思うんだけど、取らないで自分自身が心地よくいることをやっていれば、要はいつの間にかなんかいい感じになっちゃったみたいな感じで、なんか針の穴入ってんだか入ってないんだか、どこのが針の穴なのかもよくわかんないけど、なんかなんかそういう感じで、なんていうのかな、全部がいい感じだったんだなみたいな感じになるんですよ。なんとなくね、私が今感じてる感じとずっとなんて情報を取らないようにしてるから。で私もこうなんていうのなんだっけ、春分ちょっともうそのあたりもよく分かってないんだけど、とかなんかそういう節目節目には何かやったりするじゃない。この間のレムリアのやつとか、今度のやつはなんかヒーリングのやつとかやろうかなと思ってるんだけど、そういうなんかところでわっとこう楽しんで波動バーンって上げたいっていうのはあるんだけど、それ以外ないというか、これまでにやらなくちゃいけないっていうことは全然なくて、むしろそうやらなくちゃいけないと思ってる考え方を手放すっていう感じが一番こう大事、そこが一番大事なんだと思う。なぜなら私たちってもうここにいるだけで完璧なんですよね、やっぱり。心地よくいて、ここに存在してるだけで完璧なのに、何かになろうとするっていう癖があるんですよね。足りない不足感があって、何か足りないんじゃないかって思って探し続けるんですよ。情報を取り続ける。だからそれ自体が実は逆走だったんじゃないかっていう半分ね。だって自分が平和であるのに情報を取ることによってさ、平和じゃなくなるっていう、私はそれで結構心地悪くなってたから、取らない大きい情報だけは取るんですよ。大きいっていうのはその200年ぐらい続く風の時代が来るとかね。それはだって200年続くってことはもう私たちずっと生きてる間そうなるわけだから、こういう風なやっぱりこう軽やかな時代なんだなとか、やっぱり転換期なんだなとか、それぐらい分かってればいいと思うけど、細かいやつですよね。その細かいやつに左右されてると心地いい自分の波動がずれるんですよね。私はなんかそういう結構面倒くさいことが嫌いなので、そういう感じでやることが多いかなと思います。だからね、よかったらね参考にしていただくといいんじゃないかと思いますね。はは。そうそう。ちょっとごめんなさいね。今。はい、OK いいよ。今奥さんが違うものを持ってきてくれる。今ですごい眩しくてね。そう。自分のペースであるってことがやっぱすごい大事ですよね。何よりもマイペースであるっていうこと。あとやっぱり情報を取りすぎないっていうのはすごい大事だと思いますので、そのあたりもやっていただけるといいんじゃないかと思います。自分自身が自分自身の心地いい中でずっと過ごしていく。
自分の波動を整えることですね。やっぱり安心ほっとするリラックス、好きなことをやる無になる、ここをずっとやっていけばいいんじゃないかと思います。もうそれ以外ないんじゃないかと思います。だからそれがまさかそんなことあるはずないみたいにやるから、自分が考え方の中でそれが要は考え方の癖観念が入ってるってことだから、それがブロックっていうものですね。なのでそれを書き換えていく、統合のワークとかこうやって生み出しをねこう出したりとか、あとはそういう考え方の癖をこう電球の玉で付け替えてみたりとか、ブロック解除してみるっていういろんなそういう動画も出してます。今度また出しますね。こういう簡単に書き換わるんですけど、私たち簡単にまさかそんなに簡単にいくわけないって思い込んでるんですけど、簡単にいっちゃうんですよ。簡単にできていたのに難しく複雑になっているように思わされていた、思っていた、そういう遊びをしていたっていうところがあると思いますので、皆さんもそのようにやっていただくと参考にしていただければ、でも全然情報を取っていただいてもいいと思うし、私は結構面倒くさがり屋なのでもう全然取ってないですね。でも結構反ってることが多いし、なんか心地いいんですよいつも。っていう感じかな。はい。ではまた撮りたいと思います。ではでは。